誠実であろうとする人間がここまで残酷になれるのかと思った。好きになれないなら謝らないでくれと、これ以上傷つかないために差し出された最後の境界線をジラは平然と踏み越えた。その瞬間、ピームの心は完全に折られる。これはただの失恋の話ではない。善意の顔をした暴力が人をどこまで壊せるのかをこの目で確かめる一日だった。恋を信じた側がどんな地獄を見るのか、その全てをピームは一人で引き受けた。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ジラはコウを選びピームを手放した。それ自体は恋愛として間違っていない。でも問題はその過程で与えたものの重さを最後までピーム一人に投げつけたことだった。描いた絵を渡し、謝罪という形で自分の感情だけを完結させ、あとは相手に処理を委ねる。私はあの瞬間、これはずるい人間の自己保身であり、善意の皮をかぶった暴力だと心底から思った。それを裏付けるようにピームは好きになれないなら謝らないでくれとはっきり口にした。これ以上壊れないために必死な自己防衛だったと思う。私はその瞬間、謝られること自体が彼をさらに惨めに追い込む行為になるのだと痛いほど伝わってきた。だからこそジラがその直後に本当に謝りたかったと付け加えた瞬間、怒りが一気に吹き上がった。それはピームのための言葉ではなく、自分が楽になれるための一言だったからだ。相手が受け取れないと分かっている謝罪をそれでも口にする。その行為がどれほど残酷かをジラは分かっていなかったわけではない。謝罪が彼を救わないことも感覚的には察していたと思う。それでも言葉を止めなかったのは、相手の回復よりも誠実に向き合った自分で終わりたかったからだ。完全な無自覚でも計算された悪意でもない。弱さから目をそらした結果生まれた残酷さだと私は思う。正直ピームはコウの絵を見たいと言った瞬間、私は腹の奥からやめてくれと叫んでいた。あれは完全にピームを壊すための最大の武器であり、たとえジラを諦めるための行為だったとしても、その選択が自分自身をどれほど深く傷つけるかを見ている側には分かりすぎるほど分かっていた。絵を見たその瞬間、心が割れていく声が聞こえてきた気がして、一かけらずつガラスが砕けていくような戻れない破裂音が静かに確実に私の耳に届いていた。一方でジラとコウの関係は全く別の緊張をはらんでいる。コウはジラの才能に惹かれたと言いながら、その価値をビジネスの文脈で所有しようとした。絵を買ったのだから権利は自分にある。 AI に学習させて量産する。その発想自体がジラの創作を人格ではなく資源として見ている証拠だ。ジラにとって絵は自分自身であり、切り離せない核なのは明白だった。その確信に踏み込まれた時点で2人はもう同じ場所に立っていない。ピームは恋に落ち、傷つき、失った。コウは愛をつかもうとして踏み越えてはいけない一線を越えた。そしてジラはその2つの間で自分は誠実だったと思い込みながら、最も大切なものを守れなかった。誰かを選ぶという行為は誰かを切り捨てることと同義ではない。でもこの物語は選び方次第で人はここまで残酷になれるのだと突きつけてくる。そして次回、信じがたいことにジラはコウに奪われた著作権を取り戻すためピームに助けを求めに行く。それは完全にアウトだろうと思わず叫びたくなった。ピームはきっと助けてしまうだろう。もうこの時点で誰かに助けてほしいのはこの私だった。また次回お会いしましょう。ではでは。